はい、この動画では股関節への施術のデモンストレーションをしようと思います。事前にチェックすると左の股関節が硬いですので、そのデモンストレーションをします。その前にちょっとリンパを流しておいて、その施術のためのウォームアップというか下準備をしておきます。で、お腹のリンパをやっていきます。で、手を両方でもう一度お腹のリンパをやります。で、股関節のリンパ。で、施術をする前に股関節の可動域をチェックしておきたいので、足上げてください。今のこの可動域と膝曲げて足を横に倒す。今のこの可動域を覚えておいてください。もう一回足上げてもらって、で下ろして足曲げて横向き、こんぐらいですね。これがやった後どうなるか覚えておいてください。で、今からやる箇所っていうのは骨盤の奥にある、閉鎖筋っていうここのね股関節とか骨盤の動きにめちゃくちゃ大事な場所なので、ここをやると股関節すごく柔らかくなるので、今からやってみようと思います。では膝曲げて、もう一度チェックするとこんな感じですね。こんな感じです。で、骨盤の内側に手を入れといて、膝を内側に入れて、で開きながらさっき見せた骨盤の閉鎖筋と呼ばれるところにやってます。でチェックします。かなり開くと思います。では本人に動かしてもらいましょう。足上げてもらって、で膝曲げて開いてます。かなり動きやすくなっていると思いますね。でもうちょっと股関節の前側が硬いので、この辺もやっておきます。でもう一度足を動かしてください。こんな感じと膝曲げて、こんな感じですね。僕がチェックした時でもこれかなり開くようになってると思います。もう一箇所だけちょっと腸腰筋の場所、大腰筋と腸骨筋というところをやっています。でもう一度開く方の動きチェックします。かなりこの鼠径部、股関節の前側が非常に緩んでいると思います。で上げてください。上げた感じ、ちょっとだけお尻が硬いので、今からちょっと座骨神経に働きかけようと思います。座骨神経っていうのはこのお尻の後ろ側にあるんですが、ここが硬くなると股関節の動きも硬くなります。では上げてください。お尻の張りがかなり減っていると思います。膝曲げてもう一回、開いてください。かなり開いてますね。では最後にもう一回リンパを流しておきます。
して最後に鎖骨のリンパ流します。で最後にもう一回可動域チェックお願いします。と開く方ですね。かなり骨盤股関節の動きも良くなっています。こんな感じで骨盤の奥の筋肉だったりリンパだったり神経に働きかけることによって股関節の動きが良くなるっていうことがよくありますので、この動画が気に入っていただいた方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。